甘鯛で松かさ揚げ作っていきたいと思います。甘鯛は日本にだいたいね、市場で見かけるのは黄甘鯛、黄色い甘鯛と赤甘鯛と白甘鯛と3種類いるんですけど、これは白甘鯛っていう種類ですね。白が一番珍しいで、一番高級ですね。漁獲量も少ない。たまたま市場歩いてたら今日は水揚げが多かったみたいで結構出回ってましたね。白甘鯛は白川、白い川って書いて白川って呼んだりするんですけど、白川って言って超高級魚として使われてますね。大きさはそこまで大きくないんですけど、物自体は鮮度すごいいいんで、今日松かさ揚げっていうね料理作っていきたいと思います。甘鯛っていうのはこれ鱗がすごいびっしりついてるんですよ。でちょっとこすっただけで鱗が落ちなくて、なのでこれ鱗付きで料理するっていうちょっと珍しい魚なんですよね。結構洋食屋さん、イタリアンとかフレンチでも扱うような魚で、この鱗がバリバリバリっと揚げるんですけど、おせんべいみたいになって他にはない食感と味で、面白い魚なんで、今日はその鱗付きで料理していこうかと思います。鱗は取れないんですけど、表面にぬめりが多いんですよ。なんでさっと最初にぬめりだけお茶でこそげちゃいますね。あんまり強くやりすぎると鱗取れちゃうんで、ぬめりこそげたら起こすね、このカマのところから、頭を落としていきますと。甘鯛は結構ね、骨から美味しい出汁が出るんで、頭、酒蒸しなんかにしても美味しいですね。まず頭を落としますと。で、ここお腹ね、このへその部分から逆さ包丁でお腹裂いて、でまずは、内臓を洗っていきます。内臓洗う前にここにね、これ膜があるんですよね。分厚い。なんでこれを最初に包丁入れとくと、わかりますかね。包丁入れて血合いを見えるようにしとくと、洗った時に綺麗に洗いやすいんで、とりあえずこれはこれで洗っていきましょう。魚の頭割るときは、そうですね、口から入れてこっち側を割っていくと。そうすると開けるんで。でタイなんか多いんですけど、これ針が入ってる場合あるんですよ。釣りの魚っていうのは釣り針入ってるんで、そこだけ気をつけてさばいてください。こんな感じで真ん中に、わかりますかね、包丁入れてあげて、割ってあげるとこんな感じで開けますね。あとはエラはここの付け根から切ってあげれば、これですね、これ釣り針が結構ね刺さると危ないんで気をつけてください。エラ付け根から取って、反対側もこの付け根に包丁入れてあげると、簡単に取れるんで、こんな感じですね。エラ取って、あとは内臓洗うとき一緒にきれいに洗ってあげると。はい、じゃあ洗っていきます。こ
これ魚洗うときはなるべく水につけないように最小限の水で洗ってあげるっていう。で、アマダイ自体がとても水分の多い魚なんで、なるべくね水にはつけないようにしたいんで、なんでここで血合いよく洗ってもらって、なんか洗い直しとかがないように、であと表面のぬめりもしっかり、落として、で、もうこれで水に触れることはないようにしたいと思います。で、アマダイ洗ったら水気をよく拭き取ってあげると。お腹の中もきれいに水気を取ってあげて、頭もこんな感じですね。頭は今回使わないんですけど、焼くだけでも美味しいですし、そうですね、酒蒸しなんかもとても美味しいですね。酒蒸しにする際はこのね鱗をねこうやって包丁でこそげて取ってあげた方が食べやすいんでね、食べやすいというか、鱗が口に入ると気持ち悪いんで、こんな感じで取ってあげてください。こんな感じで、なんていうんですかね、包丁でこそげると魚の皮が出てくるんで、こうやって皮処理してあげてください。はい、それではアマダイさばいていきます。これは鱗付きのまんまさばくんで、最初の包丁が入りにくいんですよね。ここをね、こう割りますかね、バリバリ包丁に鱗がついてくるんで、最初だけちょっと気を使ってこの身の方に鱗がつかないようにしたいんですよね。なんで入り口だけこうしっかり作ってあげて、であとは三枚おろしですね。でアマダイは見た目の割に骨が非常に硬い。だからちょっと初めておろす人は意外と苦戦するかもしれないですね。でお腹を落としたら、背中にも包丁入れて、この鱗は取れちゃうのはしょうがないんですよ。なんで鱗取れても気にせずバリバリさばいていってください。一旦包丁入っちゃえばね、あとはそんなに難しい魚じゃないんで。ここまで来たら、普通の三枚おろしですね。こんな感じでおろしてあげてください。で、いつもだったらこっちもおろしちゃうんですけど、せっかくなんでこっちは、昆布締めにして使いたいんでちょっと取っときますね。おろしたらあとは骨抜いていきます。ここでこう逆さ包丁でこのあばら骨浮かせて、でここから腹骨かいて、腹骨のことカンバラなんて言ったりするんですけど、ちょっとなんでそういうかは知らないですね。で、こんな感じで端っこ落としてあげて、であとは骨抜きで抜いていくと。頭を右にして、指で触りながら
骨があったらこう抜いていくと。アマダイは結構身が柔らかいんですよ。身が柔らかくて水分が多いんで、骨抜く時にこう骨掴んだら周りをしっかり押さえてあげる。そうしないと結構身が一緒にくっついてきちゃうんで、こんな感じですね。はい、アマダイの骨が抜けましたと。で、こういうふうにちょっとお腹の膜をこそぎきれなかったりしたのがあったら、この段階でね、こうこそげておいた方が、食感はいいですね。で、骨抜いたら、ここにね、薄く塩します。アマダイはその身に水分が多いんで、塩してちょっと締めてあげるんですよね。あまり多いと締まりすぎてしまうんで、本当に薄くで、皮目も薄くですね。正直皮目は鱗を残してるんで、水分はそんなにというかほとんど抜けないんですけど、薄く塩して、で、30分ぐらい置いてあげると、全体にこう塩が行き渡って、揚げた時になんていうんですかね、味が均一に入るっていうんですかね。ではこのまま30分ぐらい置いておきます。身の水分がしっかり抜けたら、アマダイ切っていくと。大きさはもうお好みで、大きく一つに盛りたかったら大きく取ればいいし、一口サイズに盛りたかったらこう半分に切って渡してこう切っていってもいいし、お好みで切ってください。今回はこのぐらいですね。時で35から40g ぐらいの間でちょっと切っていきたいと思います。で、これ鱗をね切らなきゃいけないんで、結構力がいりますね。で、この切るときにこういう、外れた鱗が身に残ってると、これ上がりきらずに口の中に残るんで、そこだけ注意して、もし身に鱗がついちゃったら丁寧に取ってあげると。で、切るときにこう斜めに切る人もいるんですけど、揚げ物の場合は薄いところができると、揚げムラができるんで、薄いところに早く火が入っちゃうんで、僕はこうバスバスっと切っていきますね。アマダイはこの鱗は何もつけずに素揚げにするんで、粉はこの身にだけつけますね。今回は片栗粉使ってるんですけど、そうですね、高級感出したいならくず粉を使ってもいいし、あと家庭なら片栗粉でいいんじゃないですかね。こんな感じですね。身にだけ粉を打って、鱗は何も打たないと。はい、そしたら、アマダイ揚げていきます。で、鱗に先に火を入れたいので、どうするかっていうと、こういう網の上にアマダイを乗せてあげて、で、油は結構熱々に、こう粉ちょっと落としてジューっていうぐらい熱々に熱して、でここにお玉ですくって油かけていきます。お玉ですくって、こんな感じですね。鱗に先に火を入れていくと。
あんまり熱すぎると鱗が完全に逆立っちゃうんで、まあそれがいいっていう人もいるんですけど、僕はこうゆっくりゆっくり火を入れていく方がなんか全体にサクッとしていいのかなと思ってそうしてますね。でこれ甘鯛が例えば1日2日置いて水分が抜けきってると、鱗は立たないので、そういう場合はちょっと表面を水で濡らしてあげる、まだ濡れたさらしかなんかで拭いてあげるといいんじゃないかなと。分かりますかね、鱗がこう徐々に立ってくるのが。まあ何回も繰り返して徐々に火を入れてってあげると。でまあ途中で火加減調節してあげて、あんまり油が熱くなりすぎないように。なんでまあ甘鯛に関しては、この表からもう9割方火を入れてあげて、最後油に落として唐揚げにする。まあこの鱗が立った感じが松ぼっくりに似てるから松かさ揚げっていうんですよね。鱗立たした状態でオーブン入れて焼けば、松かさ焼きになりますね。このぐらいですかね。もう鱗がこうバリバリバリっとしてきたのが分かったら、ここで一旦油かけるのはやめて、こう鱗がもうパリッと箸で触ってガチガチっとパリッとしてきたら一旦身をひっくり返して、で、鱗から油につけてあげると。こんな感じですね。こんな感じで鱗だけ油に浸かってる状態にしてあげると。で、これ油の温度はね、だいたい180から190ぐらいの間ですかね。多少強めがいいかと思います。この鱗がどうしてもね、火が入ってなくてバリバリっといかないと食べられたもんじゃない。で、この鱗をちょっとひっくり返してみて、もう完全に火が通ってるな、バリバリっとしてるなと思ったら、油に落としてあげると。で、だんだん音がこう乾いた音になってくるというか、水分が抜けてこの泡が少なくなってきたら、最後一回油の温度上げてあげるんですよね。そうすると、カラッと上がるっていうのと、あと油の切れが良くなるんで、最後ちょっと高温にしてあげますね。この
で、高温にして十分温度上がったら、油から上げてあげると。こんな感じでペーパーにのせて十分油が切れたら、完成ですと。あと盛り付けですね。はい。で器に甘鯛持って、お塩は身を締めた時にもう塩味ついてるんで振らなくてもいいかとは思います。すだち添えてあげて、完成と。はい、召し上がれ。